どうもリュウクです。今回は今僕が作っているバックパックの進捗情報について話していきたいと思います。これがそのバックパックです。数年前に比べると今ってかなりいろんな多機能なバックパックが出ていて、バックパックの機能とかアイディアなんかは結構出尽くしている状況ではあると思うんですが、そんな中で最近僕が結構思うことですごい多機能で使いやすいバックパックでかつコンパクトなものってあんまりないなって思うんですよね。それでいて少し容量にゆとりがあったりとか、出先で荷物が増えたりした時に対応できるみたいな、そういう機能を持ったコンパクトなバックパック、デイパックって僕の満足いくものは今のところないなっていうふうに思うので、今回はコンパクトかつ多機能で少しゆとりがあるっていう、一見するとちょっと矛盾してるようなテーマに挑戦してみようかなと思ってこの製品を開発しています。そんな思いで今回はイノヤという、マスターピースとかの大元になるようなかなり老舗のバッグメーカーの担当者の方とつながりがあったので、その方と一緒に製品開発をしています。僕は今まで200個以上のバックパックをレビューしてきたんですが、機能だったりデザインの引き出しはいっぱいあるものの、カバンを作るっていうデザイナーっていう意味では専門家ではないので、今回は経験のすごくあるイノヤという老舗のメーカーと一緒に手を組んで、そのカバン作りのノウハウを教えてもらいながら、僕はそういう引き出しを提供して一緒にものづくりをするっていう、そういうアプローチでこのファーストサンプルまで作り上げることができました。ここからはこのまだ試作品段階ではあるんですが、一応形になったこの製品について徹底的に解説していきます。それでは行ってみましょう。まず最初にこだわったのがこのシルエットです。結構ビジネス系のバックパックって置いた時にストンと自立するように、バックパック自体は結構台形っぽい形に設計されていたり、あとは正面から見た時に結構真四角のシルエットだったりするものが多いんですが、今回はなるべくスリムにコンパクトに見せるために下の部分をあえて斜めにすることでボテッとした印象を与えないようにしたり、かなり鋭利な角度ではあるんですが、ここにダーツを入れて全体に丸みを持たせたりなど、背負った時のかっこよさみたいなものを重視しました。とはいうものの背負った状態で見てもらうと分かる通り、そこまでアウトドアっぽい印象を与えないようにギュッとソリッドな感じに仕上げて、外観からはパッと見てどうやって使うバックパックなのかあんまり想像できないような見た目を目指しました。このバックパックは大きく分けて2つのセクションに分かれています。この薄まちの部分が PC やタブレットなどの密度が高くて重たいものを収納するスペースで、こちら側は衣類だったり小物ポーチみたいな体積は大きいけど密度がそんなに高くなくて、比較的軽いものをこちらの大きなスペースに収納できるような設計になっています。この顔の部分、フロントの部分はこういったセンタージップのデザインを採用していて、ここの一番大きなスペースにダイレクトにアクセスできるように設計しています。ここのファスナーを真ん中に配置することで、片方だけ背負った状態で物にアクセスして取り出す際にかなり大きく開くことができるっていうメリットがあるので、今回このようなデザインを採用しました。あとは旅行時なんかで役立つこういった背面のセキュリティポケット、パスポートなんかを入れられるぐらいのサイズ感のポケットをここに配置していたり、トップハンドルを持った時にアクセスしやすいようなこのトップポケットを配置したり、あとはこういうファスナーのプルも紐であんまりカチャカチャと音が鳴りすぎないような設計にしています。そしてこのバックパックを設計する上で最もこだわったポイントが大きく分けて2つあります。まず1つ目はこのボトルポケットになります。結構シンプルかつコンパクトなバックパックってこういった大きめのボトルポケットが外側についていることが結構少なくて、見た目だったりデザイン、価格なんかを抑えるために結構省略されていることが多いです。シンプルでコンパクトなバックパックはすごい大好きなんですが、こういうボトルポケットがあるっていうものの選択肢が少ないのが結構個人的には気になっていました。なので今回ここのフロント部分に大きく1つボトルポケットをつけることによってさっと取り出したいみたいな時にほとんどの用途でカバーできるような設計にしています。次の最もこだわったポイントが拡張機能です。コンパクトなバックパックはスリムだったり持ち運びやすい反面、やっぱり出先で物が増えたりとか、あとはちょっと旅行に行ったりとか一泊しなきゃいけないみたいな時に衣類を入れておくには少し心もとない容量だったりと、荷物を入れられる量というところにかなり課題があるんじゃないかなって思います。そもそも小さいバックパックを選択しているので当たり前っちゃ当たり前なんですが、でも
容量が大きくなるに越したことはないんじゃないかなって僕は感じます。ただこういったファスナーで拡張できるバックパックのほとんどは、一周こう回して拡張してしまうことによってこう全体のシルエットから垂れ下がったシルエットになってしまったりと、元々のデザインがかっこいいものでもこう拡張するとちょっと残念なシルエットになってしまうことが多いです。今回はそういったシルエット崩れを防止するためにここまでしか拡張しないようになっていて、こう斜めにずれる形で容量が増えるようになっています。このように容量が増えることによってこの下の辺が軸となってこう回転するように拡張するので、このフロントセクションそのものが下に垂れ下がってしまうという心配がありません。さらにこの下が切れていることでこちらの外側の下部に物が溜まりづらく、この傾斜に従って荷物がどんどん体側に押し出されていくので、一番重量がかかるのはここではなくてこの部分になります。もちろんここが丸々一周開いて拡張するタイプのバックパックと比べたらこの容量の増える幅に関してはおそらく半分ぐらいになってしまうんですが、ただ実際そこまで容量が変化するような用途であれば別のバックパックを使ったりすることが多いと思うので、少しだけ容量が増えてほしい、あと一つ物が入らないみたいなストレスを解消するために今回はこの構造を採用しました。以上がこのバックパックでこだわったポイントです。ただこのファーストサンプルにももちろん不満な点だったり想定外のこともいっぱいありました。ここからはこのファーストサンプルの改善ポイントについて話していきたいと思います。まず最初の改善ポイントは、とは言ってもでかいなっていうのでもう少しコンパクトにしたかったので、ここの厚みに関してはこの衣類とかが入るスペースをもう少し薄くして、その薄くした分をこの拡張できる幅に足すことによって、全体の容量を変えずにシルエットを小さくしたいなと思います。あとはこの衣類などを入れるメインスペースのマチが太くなってしまったことによって、ここのボトルポケットの容量がちょっと異常なぐらい大きくなってしまって、物を入れた時、ボトルなんかを入れた時に結構ゆるゆるになってしまったので、ここを薄くすることで、全体のシルエットをコンパクトに保つのもそうですが、このボトルポケットの容量を最適化するっていう意味でも有効な改善点なんじゃないかなと思います。次の改善ポイントがこのファスナーのプルがちょっと長すぎてかなりみっともない感じになってしまったので、ここは少し短くしようかなって思います。あとはこのメインセクションと拡張部分とこの PC セクションの3つがここにファスナーがあるので、しかも全部ダブルファスナーになってしまってて、一見どのファスナーを引いたらどのスペースにアクセスできるのかとか、拡張ファスナーどれなのかみたいなのがめちゃくちゃ判断しづらくて、実際これ使っててめっちゃ使いづらかったので、ここはちょっと改善しようかなって思いました。あとはここの背面にポケットは一応あるんですが、こう横にサイドアクセスと呼べるようなポケットがないので、なんかワイヤレスイヤホンだったり小さい財布なんかをさっと入れておくためのポケットがあったらもっと便利なんじゃないかなって感じました。あとはトップハンドルはこれすごく使いやすいんですが、やっぱりサイドハンドルもあった方がバックパックって取り回しやすくなるので、こんな感じでなんちゃってブリーフケーススタイルで使うこともできたりしますし、こう荷物が重くなってくるとこのハンドルだけで取り回すのはちょっときつくなってくるので、両方にサイドハンドルを追加できたらいいんじゃないかなって思います。あとはこのメインセクションの中に内ポケットを配置したんですが、このボトルポケット側に配置してしまったせいでちょっとアクセスがしづらくなってしまったので、ここの内ポケットのメッシュはこの反対側に配置しようかなって思います。あとはこの PC タブレットセクションの部分は、サイズ的には MacBook Pro なんかを収納できるように設計はしたんですが、ただこのマチが全くない設計になってしまったので、PC とか入れるとかなりパツパツになってしまいますし、ラップトップと iPad 両方入れたりすると結構取り出しづらかったので、ここはもうちょっとマチを出して、スルッとタブレットだったり PC なんかを出し入れできるような設計に直したいと思います。あと細かいんですが、このチェストストラップのこのパーツはこう真ん中で切れてないので、こうチェストストラップいらないよって時にこう取り外せない設計になっているので、ここは取り外せるような設計に直したいと思います。以上がこのファーストサンプルを使っていてちょっと気になるな、改善したいなって思った点でした。今言った点だったり、あと本当に細かい部分、改善部分だったり、ちょっとやってみたい構造なんかを追加して完成したサンプル、セカンドサンプルがこちらになります。
このファーストサンプルはサンプル用の生地を使っていたので、バリスティックっぽい感じのナイロン素材だったんですが、これは今回新しく、この質感を見て分かる人は分かるとは思うんですが、かなり軽量で高強度な特殊な素材を使用しています。パッと見て分かる通り、かなりコンパクトになったんじゃないかなって思います。先ほどの生地よりも少し柔らかくてパリッとしたものを使っているので、今これ中に綿が入っていますが、中身が少ない状態だとこのようにかなり薄く使うことができます。あとすごくいいなって思ったのは、この表面素材がめちゃくちゃ和紙というか、ちょっと紙っぽくもありますし、使っているとどんどんこういった線が入っていったり、登山なんかで使われるような超高強度で軽量な素材なので、ここの質感はかなり理想に近づいたなって感じました。あと今回はここにサイドポケットを追加したので、ここを開けることによってこのように小物を取り出せるようなポケットを配置しています。先ほどはこの PC のスペースとこの衣類スペースが外側からどっちもアクセスするようなこういった感じの設計だったんですが、このセカンドサンプルではこの一つのファスナーを開けることで両方にアクセスできるように改善しました。とはいってもこのように大きく開くクラムシェル仕様になっているので、こっち側にはラゲージとかでよくあるディバイダー構造をつけることによって、衣類だったり大きめのものをこっちに収納して、PC やタブレットなんかはこっちに収納できるといった、そういった感じになっています。あとはこのディバイダーあんま使わずに大きい一つのスペースとして使いたいよって人は、くるくるまとめておくことによってここ大きな一つの荷室として使うこともできます。あとはこのフロントからアクセスできる内部ポケットの位置を反対側に配置したので、フロントポケットを開けてすぐにここのメッシュポケットにアクセスできるようになったのもかなり改善したなって思いました。あとはこのフロントポケットもダブルファスナーにしてかなり上から下までいっぱいいっぱい開くように変更したので、ここのものの出し入れもかなりしやすくなったんじゃないかなと思います。背負った姿はこんな感じ。どうですかね。かなりコンパクトなバックパックに近づいたんじゃないかなって思います。ただこのセカンドサンプルにおいても、もうちょっと改善しなきゃいけないなってポイントは結構出てきました。最初に気になったのはここにトップポケットを追加したんですが、ここにポケットを追加したおかげでここに物を入れてしまうと結構ここのシルエットが崩れやすくなってしまったので、この周りに芯材を追加することによってこのシルエット崩れを少し軽減しようかなって思います。あとはこのフロントファスナーは素材をこういう薄くて軽い素材に変えたせいで結構ファスナーに噛みやすくなってしまったので、ここは裏側にテープを剥がせたり、ここの隠れる覆いの部分を少し伸ばしたりして対策しようかなって考えてます。あとはここのサイドポケットは使いやすいんですが、思ったよりここが狭かったり、ここの PC スリーブの待ちを増やしたせいもあって結構ここの手を入れた時に干渉してしまったり、あとはここがつながっているので、いっぱい物が入っている時はいいんですが、イヤホン1個だけ入れた時なんかは結構奥の方まで落ちてしまったりして、横にして物を取り出そうと思った時に結構使い勝手が良くなかったので、このポケットは少し改善しようかなって思います。あとは細かいところで、僕の伝達ミスでちょっと設計的に違う認識になってしまった部分で、再現ができてない部分でちょっともう一回やり直しになってしまったところだったり、あとはちょっとここ面白いんですが、この拡張部分の布が全部メッシュになってしまったりしているので、こういったところも全部完璧に仕上げてもらった上でテストをしてみて、改善点をもっと洗い出して次のサンプルを依頼しようかなって思っています。今回は結構この表面はつるっとさせつつも、こういう裏側だったりハーネスの部分なんかちょっとゴテゴテした感じにして、ちょっと拡張性というかカスタム性も担保しながらコンパクトにシルエットをまとめて、スリムな状態でも持ち運べますし、緊急時だったり、一泊どっかに泊まりに行くみたいな時に少し容量を増やして幅広く使えるみたいな、そんなデイパックを目指しました。まだまだ未完成ですが、ここまでのところで結構いいんじゃないって思ったり、あとはもっとこういうとこ改善してほしいとか、こういう機能を入れた方がいいんじゃないみたいな意見があれば、ぜひコメントで教えてください。僕の今のところの所感としては、セカンドサンプルでこのクオリティになってるのは
結構いいんじゃないかなって思ってます。ここからサードサンプル、ファイナルサンプル、何個サンプルを作るかはちょっとまだ分かりませんが、最終的にめちゃめちゃかっこよくて使いやすいバックパックができるんじゃないかと僕も期待しています。以上になります。こんな感じで僕のチャンネルではバッグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。YouTube メンバーシップでは今見せたこのサンプルの進捗情報だったり、あとは細かいこういう修正の指示を出すよっていう報告だったり、あとは細かい部分でもっとこうした方がいいかなとか、ここをどうしたらいいみたいな相談を僕が気軽に投げかけたりしてるので、興味あったらぜひ遊びに来てください。あとメンバーシップの方には僕の使ったバッグを譲渡するセカンドオーナー制みたいな特典も用意していて、これは1回当選してもらってしまえばかなりのメンバーシップの月額費用を賄えるようなそういう特典にもなっているので、僕のレビューしたバッグの中で、ちょっと買うハードルは高いけど試してみたいみたいなそんな方なんかにもおすすめです。 X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。